こんにちは。日本語教師のさくらです。オンラインで日本語を教えています。私と一緒に勉強したい人はメールで教えてください。さくら先生頑張れとか勉強になりましたと思ったらいいねやコメント、チャンネル登録お願いします。今日は私の朝のルーティンについて優しい日本語でゆっくりお話しします。日本語をたくさん聞いてたくさん使いましょう。どんどん上手になりますよ。イラストや字幕をヒントにして聞いてください。それでは Let's 日本 Go! 私はだいたい6時半に起きます。半は30分です。6時30分に起きます。夫はとても早起きです。5時半に起きます。5時30分に起きます。犬の散歩や洗濯をします。次男、2番目の息子はとてもよく寝ます。私が7時くらいに起きてと起こします。皆さんは何時に起きますか？早いですか？遅いですか？起きたらまず顔を洗います。朝は寝癖、髪の癖がすごいです。櫛で髪を溶かします。それからキッチンに行きます。みんなの朝ごはんを作ります。最近はパンかグラノーラを食べます。子供にどっちがいいと聞きます。グラノーラの日はお椀にグラノーラと牛乳を入れて、それから蜂蜜を少しかけます。パンの日はパンをトースターで焼いて蜂蜜をかけます。一番下の3歳の息子は自分で何でもやりたいので一緒に作ります。すごく時間がかかります。皆さんはいつも朝ごはんに何を食べますか？日本人はご飯、お味噌汁、お魚というイメージがあります。でも実際はもっと簡単な朝ごはんを食べてますよ。平日、月曜日から金曜日、平日の朝はとっても忙しいです。バタバタしてます。水筒持ったとか、カード忘れてるよと子供に声をかけます。その間に自分のご飯を食べます。ご飯というのは rice、お米という意味がありますよね。でも食事、meal の意味でもよく使います。朝は朝ごはん、昼は昼ごはんという感じです。さあ、あっという間に8時前です。8時前は8時より少し早い時間です。7時50分くらいに子供たちが家を出ます。子供たちは歩いて自分で学校に行きます。そう、これを話すと生徒さんがびっくりします。すごいね。と驚きます。日本はとっても安全な国ですね。ランドセルという大きいカバンを背負って遠い子だと30分くらい歩きますね。足が強くなります。はい、家族がみんな出かけました。玄関の靴がなくなります。なので玄関をほうきで履きます。ほうきで履いて掃除します。
綺麗になると嬉しいですね。そこから私の仕事、日本語の先生の仕事を始めます。スタートします。これが朝起きてからの様子です。どうでしたか？すごく忙しいですね。あっという間に時間が経ちます。皆さんの朝はもっとゆっくりですか？もっと忙しいですか？コメントで教えてください。私はだいたい6時半に起きます。半は30分です。6時30分に起きます。夫はとても早起きです。5時半に起きます。5時30分に起きます。犬の散歩や洗濯をします。次男、2番目の息子はとてもよく寝ます。私が7時くらいに起きてと起こします。皆さんは何時に起きますか？早いですか？遅いですか？起きたらまず顔を洗います。朝は寝癖、髪の癖がすごいです。櫛で髪を溶かします。それからキッチンに行きます。みんなの朝ごはんを作ります。最近はパンかグラノーラを食べます。子供にどっちがいいと聞きます。グラノーラの日はお椀にグラノーラと牛乳を入れて、それから蜂蜜を少しかけます。パンの日はパンをトースターで焼いて蜂蜜をかけます。一番下の3歳の息子は自分で何でもやりたいので一緒に作ります。すごく時間がかかります。皆さんはいつも朝ごはんに何を食べますか？日本人はご飯、お味噌汁、お魚というイメージがあります。でも実際はもっと簡単な朝ごはんを食べてますよ。平日、月曜日から金曜日、平日の朝はとっても忙しいです。バタバタしてます。水筒持ったとか、カード忘れてるよと子供に声をかけます。その間に自分のご飯を食べます。ご飯というのは rice、お米という意味がありますよね。でも食事、meal の意味でもよく使います。朝は朝ごはん、昼は昼ごはんという感じです。さあ、あっという間に8時前です。8時前は8時より少し早い時間です。7時50分くらいに子供たちが家を出ます。子供たちは歩いて自分で学校に行きます。そう、これを話すと生徒さんがびっくりします。すごいね。と驚きます。日本はとっても安全な国ですね。ランドセルという大きいカバンを背負って、遠い子だと30分くらい歩きますね。足が強くなります。はい、家族がみんな出かけました。玄関の靴がなくなります。なので玄関をほうきで履きます。ほうきで履いて掃除します。きれいになると嬉しいですね。そこから私の仕事、日本語の先生の仕事を始めます。スタートします。これが朝起きてからの様子です。どうでしたか？すごく忙しいですね。
あっという間に時間が経ちます。皆さんの朝はもっとゆっくりですか？もっと忙しいですか？コメントで教えてください。では、ここまで聞いてくれてありがとうございました。たくさん勉強してとっても偉いです。また次の動画で会いましょう。またねー。